こんにちは、ジャパンブルージーンズ PR の飯田です。今回はウィメンズの全8型のシルエットを丁寧に細かくご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。まず1本目にご紹介するのがこちらのストレートのシルエットになります。でこちらのストレートのシルエットなんですけれども、すごく絶妙な太さで細すぎず太すぎずちょうどいいバランス感で、上から下にストーンとラフに押してくれるようなシルエットになってます。で股上が結構しっかり深いのも特徴になっていて、今私が履いているみたいにウエストの一番細い位置、ハイウエストでピタッと履いていただいてもいいですし、なんか今のムードに合った感じでワンサイズアップして骨盤に引っ掛けるように若干落としてローライズで履くのもなんか今の気分に合ってて、私はすごく好きです。こちらのシルエットなんですけども、生地がすごく柔らかくてとろみのある素材感なんですね。ちょっと伝わるかあれなんですけれども、このフラットシューズと合わせた時に裾の生地が足の甲にやんわりと乗る感じ、このたまり感が何とも言えない絶妙な雰囲気で、私はすごく好きなポイントの一つです。リアルに私はこのシルエットを週3か4ぐらいで履いてしまうぐらい、もうとにかくコーディネートに困ったらいつもストレートのシルエットを選びます。もうそのぐらいすごく万能ですし、どんなトップスにも合うし、どんなシューズにも、今はフラットですけどスニーカーだったり、たまにはヒールを合わせたりとか、もう本当に幅広くコーディネートに合わせていただけるので、もうなんか8つのシルエットで最初どれ買っていいかわからないって迷われる方がいたら、私は個人的にはストレートをまず一番最初に試していただきたいなと思います。2つ目のシルエットがこちらのカーブになります。でこちらのカーブのシルエットはジャパンブルージーンズのシルエットの中でも一番人気と言っても過言ではないぐらいの人気シルエットになっております。その名の通り、ウエストあたりから裾まで緩やかに曲線を描くようなシルエットになってます。で下に行くにつれてボリューム感が出るので、ウエストの位置をすごく細く見せてくれて、でなおかつウエスト位置もハイライズになるので、よりウエストを細くかつ足を長く見せてくれるようなシルエットになっております。で今履いてる色は加工の方の色になるんですけど、もう一色リジットの色がございまして、そっちは生地感に張りがあってパリッとしているので、このゆったりしたカーブ感とはまたちょっと相反して、よりカーブ具合がくっきりと強調されたようなカーブになります。個人的にカーブの一番好きなポイントなんですけど、カーブを履いた女性の後ろ姿が伝わりますかね。すごく何とも言えない絶妙なフォルム、抜け感と垢抜け感みたいなのが個人的にはすごくグッとくるポイントになってます。でこれがまたそのもう一色のリジットの方を履くと、よりウエストのラインもキュッとされますし、カーブ具合もよりパキッと出るので、ぜひ履いていただきたいアイテムになっております。3本目がこちらのフレアのシルエットになります。でフレアジーンズって個人的にはちょっと難しいシルエットのイメージがあるんですけど、ジャパンブルージーンズのフレアはすごく挑戦しやすいシルエットになってます。というのも、広がり具合、フレア具合がすごく滑らかで上品なフレア具合になっているのと、あとここの太もも周りですねに余裕がある作りになってます。なんか一般的なフレアジーンズって太ももあたりがピタッとしてバーッと広がるようなイメージがあるんですけど、ジャパンブルージーンズのフレアはすごく全体的に余裕を持たせて上品に広がるような形になっているので、年齢幅関係なくなんかいろんな方に挑戦していただきやすい形なのかなと思います。でもう一つこだわりポイントとしましては、裾部分の加工なんですけど、一度縫い上げたものを加工して、それをあえてほどいているこ
ことによってこういったディテールが出ます。でそうすることによってフレア具合、最後にこうフレア広がった後にプツッと切れるのではなくって、緩やかに自然にこう抜けるような、ふわっと抜けるようなデザインに仕上がっております。4つ目がこちらのテーパードのシルエットになります。なんかこういわゆるテーパードのシルエットって細身でぴったりしたイメージが私個人的にはあるんですけれども、ジャパンブルージーンズのテーパードは結構太もも周りに余裕があります。太もも周りは結構ゆったりはしているんですけれども、ゆったりながらも下に行くにつれてシュッと細くなる、テーパードらしいシルエットになるので、女性の一番こう美しい足首を見せながらこう楽して細く美脚に見えるようなシルエットなのかなと思います。で色味に関しましても他のミディアムインディゴのカラーと比べて若干こう濃色の作りになっているので、それもまたちょっともう一段階上品な大人な印象でスタイリングを組んでいけるのかなっていう印象です。5つ目のシルエットがこちらのルーズになります。でこちらのルーズのシルエットは太ももから裾に向かってワイドにまっすぐストレートに落ちる形になってます。しっかり太いんですけど、ここの後ろのヒップ周りですね、ダーツが2本キュッキュッと入っております。でこれが入ることによってルーズながらもしっかりウエスト周りだったりとかお尻周りにメリハリができるようなシルエットになってます。股上がすごく深いのも特徴的でして、股上がすごく深くなることによってこう女性が気になりがちなお腹周りだったりとかウエスト周りをしっかりカバーしてくれるので、すごくありがたいシルエットになっております。6つ目のシルエットがこちらのバギーのシルエットになります。こちらのバギーのシルエットなんですけれども、先ほどのルーズと太さが同じような設計になっております。なんですけれども、ルーズは太ももから裾にかけてまっすぐストレートに落ちる形なんですけど、それに対してバギーはウエストから裾に向かってこう A ラインに広がるような形になっております。股上も極端に浅くなるのも特徴の一つでして、なのでこう見ていただいて分かる通り、ヒップ周りだったりウエスト周りはややコンパクトめの作りになっております。よくこうルーズとバギー形が似ているので、こうどっちの方が好きかっていう話になったりとかもするんですけど、私は個人的にトレンドに左右されやすい人間なので、最近こうややローライ詰めがトレンドになりつつあるので、私はバギーが今の気分に合っててすごく好きです。7本目がこちらのワイドストレートになります。でこちらのワイドストレート、見ていただいて分かる通りロールアップして履いていただくようなシルエットになってます。なので他のシルエットと比べて約10センチほど長めに設計しております。ロールアップをすることによってこのワイドさがすごく下に重心が落ちて、ストレートのラインがよりこうすっきり見えるようなシルエットになってます。で私が今履いてるのはセルビッジという生地を使用していて、旧式の陸食器という古い織機を使用しているのが特徴になっております。なので生地の表面にややこう凹凸感が出たりだとか、いわゆるこうヴィンテージデニムと言われるようなデニムらしい表情を残した素材感になっております。裾部分ロールアップした際にちらっと見えるこの耳と言われるセルビッジのトレードマークとも言えるようなものがちらっと見えるのがすごくアクセントになって、また可愛らしいポイントになっております。8本目がこちらのスリムストレートのシルエットになります。こちらは私の裏一押しシルエットでございます。8つのシルエットの中でも一番スリムかつ股上も一番浅いです。こちらもセルビッジという生地を使用しているので、生地にややこう張り感があるので、ストレートのラインをよりこうシャープにまっすぐに見せてくれるのも特徴の一つとなっております。
すごく細いぴったりしたシルエットになるので、ある意味こう履く人を選んでしまうようなアイテムにはなるんですけれども、すごく似合う方がシュッと履いた時のシルエットがすごく私は大好きなので、私の裏一押しアイテムとさせていただきました。しっかり細いアイテムにはなるので、私はいつもちょっと高めの高さのあるヒールだったりとかブーツとかと合わせていつもコーディネートを組んでいます。秋とかにロングブーツだったりとかにインして履いていただいたりしてもすごくクールでかっこよく履いていただけるのかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はウィメンズの全8型のシルエットをご紹介させていただきました。気になるシルエットは見つかりましたでしょうか。今回のアイテム詳細に関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ詳細をご覧になってみてください。では次回の動画でお会いしましょう。